皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？元気に過ごしていらっしゃいますかね？今日のポッドキャストはちょっと夜にお風呂上がりに撮ってるので、すっぴんなんですけど、ちょっとごめんなさい。なんか、夜って考え事をするの良くないって言うじゃないですか。ネガティブなことを考えてしまうから、夜に考え事をするのは良くないって言われるんですけど、しちゃいますよね。しちゃうんです、私は。だから今日もちょっとね、さっき考え事をしてしまって、今それで唐突に急に話したくなって、こうやって動画を撮ってるんですけど、ちょっとね、悩みがあるんですよ。なんかこの動画、日本語を勉強する人のためっていうより、私の悩みばかり喋ってる気がするんですけど、ごめんなさい。今日はね、ちょっと悩みがあるんですね。私、今22歳なんですけど、22歳で恋愛感情というものがなくなってしまったんですね。恋愛感情。皆さん、彼氏とか彼女とか恋人とか家族とかいらっしゃると思うんですけど、キュンキュンとかドキドキとか、そういう気持ちがあると思うんですね。誰かと付き合いたいとか、彼氏になりたい、彼女になりたいとか、そういう気持ちがあると思うんですけど、ないんですね。なくなっちゃった。ないというより。なんかね、ちょっとこれ骸骨、全然関係ないんだけど、なんか誰かと付き合うということがすごくすごく怖くて、トラウマなんです。もう恐怖。例えば、なんて言うんだろう。もちろん誰かと一緒にいて、この人かっこいいなとか、優しいなとか、そういうふうに思ったりはするんですけど、ブレーキをかけちゃうんですね。これ以上はダメだ。好きになったらいけない。付き合ったらダメだ。そう思っちゃうんですね。で、なんか、前に付き合っていた人がいたんですけど、その人、なんか、こんなお話するの初めてだから、全然ね、みんな聞きたくないかもしれないんですけど、まあ、私も昔付き合ってた人がいたんですね。で、なんだか、すごくすごく、その人と一緒にいると、過呼吸になってしまうことがあって、もちろん人と一緒にいるときに過呼吸になったら、迷惑をかけちゃうから我慢して、一人になった瞬間に、ちょっとパニックになっちゃうみたいなことがよくあったんですね。なんかあんまり人にも言ってないんだけど、友達には言ったけど、なんかね、そう。で、でも自分でも薄々なんでかというか、そういう一緒にいるということが結構私にとって苦しいことなんだなっていうのは分かっていたんですけど、付き合ってる時って気づかないじゃないですか。この人はきっといい人だとか、いつか変わるかもしれない。そう思っていいところばかり見ようとしていたんですね、私は。で、私はその人の悪い部分というか、怖い部分を見ないようにしてたんです。見ても気づかないふりというか、いや、気づいてたけど、いやでもいつか変わるだろう。そういうふうに思ってたんですね。でも頭の中ではそうやって頑張っていても、なんか体には来るんですよ、支障が。支障っていうのは体に悪いところが出始めるんですね。例えば、
私で言うと、頭が痛くなるとか、吐き気がするとか、あと、めまいがする、熱が出る。結構重症だったんですね。で、病院に行ったんです。薬が欲しくて。私は、その人が原因だとは思いたくもなかったし、ストレスが原因だって思いたくなかったから、ただの風邪だと思い込んで病院に行ったんですね。で、そしたら先生にストレスだって言われてしまったんです。ストレスが原因だ。そう言われたんですね。で、私は先生に、薬をもらって、薬を毎日飲んでたんですね。で、そしたら、治ったんです。頭痛、頭が痛いこととか、めまいとか、吐き気とか、全部治ったんですね。でも、薬がなくなってしまうと、また同じこと、同じ繰り返し、悪夢を見て、叫びながら起きたり、めまいがしたり、頭痛がしたり、過呼吸になったり、そういうことが何回も何回もあったんですね。でも私はまだその人のせいじゃない。その人は関係ない。私の問題だ。そう思ってたんですね。でも、友達に相談したんです。別れるべきかな？もうやめた方がいいかな？そう言ったんですね。後押しが欲しくて。後押しっていうのは、自分で別れた方がいいって分かっていても勇気ができない時あるじゃないですか。そういう時に友達に後押ししてもらう。その方がいいよって言ってもらう。これが後押しなんですけど、その後押しをして欲しくて、友達に相談してたんですね。そしたら、その、友達が言うには、自分が変わることはできても、誰かを変えることは無理だ。そう言ったんですね、友達が。私はそれを聞いて、本当にその通りだと思いました。私がその人を変えることはできない。いくら、いつか良くなるかもしれない。いつか変わってくれるかもしれない。そう思っていても、変わらないんですね、人って。変わらないんですよ。本当に。だから私は、その友達の言葉をきっかけに、もう振り切れたんですね。もうダメだ。やめよう。そう思って、別れたんです。そしたら、薬なしでも体調は戻ったんですね。すごく元気な体になりました。でも、一つだけ失ったこと、それが好きになることなんですね。恋愛感情が完全になくなってしまった。本当に。なくなってしまったというか、怖くてブレーキをかけてる感じ。怖いからこれ以上好きにならない。好きにならないってことなんですね。今まではすぐに、この人好き、かっこいい、優しいとか思ってたんですね。でも今となれば、もう怖くて怖くてダメだと思うんです。付き合ったらまた何か恐ろしいことがあるかもしれない。また体調を崩して過呼吸になるかもしれない。そういうふうに思ったら、好きになれなくて、誰も。それが最近の悩みなんですね。私が弱いんですかね。なんか、みんながみんな同じ人間じゃないじゃないですか。だから絶対にいい人、優しい人もたくさんいるのに、怖くて怖くて、なんか、いつかごめんね、関係ないんだけど、骸骨。いつか
何話してたっけ？最初はうまくいってたとしても、例えばお酒を飲んで酔ったら人が変わるとか、すごく怒ったら、もうすっごく怖い人になっちゃうとか、そういう風に考えてしまって、勇気が出ないんですね。誰かと付き合おうという気になれない。それが最近の悩みなんです。本当に悩んでて。でももしかしたら同じようにトラウマというか、同じように悩んでいる人がいるかなと思って、こうやって動画を作ることにしたんですね。本当に話すつもりはなくて、こんなこと。別にだってきっとみんな私のプライベートなんてそんな興味ないじゃないですか。皆さん、このチャンネルを見てくれている人は、日本語を勉強したくて見てくれている人がたくさんだと思うから、こんなね、私の人を好きになれないんだよねっていう話を聞いても、へえ、しか思わないと思うんですね。だから何って思うかもしれないんだけど、でもそれでも、ちょっとあまりにも辛すぎて、なんか、誰かを好きになれないということがこんなに辛いことなんだと思うんですね。今までどうやって好きになってたっけって、そういうふうに考えてしまうことがすごくすごく多くて、だから今日こうやって動画を撮ってみました。私がダメですよね、でも多分。いつまでも過去にとらわれて、怖い。そう、誰かと一緒にいることが怖いって思い続けるのって、あんま良くないなって思うんですね。自分でも。でも怖くて怖くて勇気が出ない。もう一歩踏み出せないんですね。それが最近の悩み。本当に。そう、そしてさっき夜にね、考え事をしてしまって、こうやって動画を撮ってるの。大丈夫かな？ごめんね。なんか、ね、本当に日本語教師かなって自分でも不安になるんですよ。私のポッドキャストって他の日本語教師の方が上げてるポッドキャストと全然違うじゃないですか。なんか毎日大丈夫みたいな感じのお話しかしてなくて、もうね、申し訳ない、本当に。ごめんね、本当に。でも今日ももし楽しんでいただけていたらすごく嬉しいです。ちょっとね、あまりにもこのテンションで話しちゃったから、聞き取りづらかったと思うんですけど、よかったら、これからも楽しんでくれると嬉しいです。そしてこれ最後に紹介しておくと、私が作った骸骨、いい感じでしょ？結構うまくできたの。まあ、こんな感じ、今日も。本当にうまくできたからみんなに見せたくて。じゃあ皆さん今日も本当にありがとうございました。いいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。